今回は鯖江市に幻の飛行場があったということで、その探索となっておるんですけども、その前にね、ちょっとこの先にその関連施設があるようなんで、そこからまず行ってみたいと思います。よろしくお願いします。熊野神社をお参りさせていただきました。で、どこから上がっていけばいいんでしょうね。なんか縄張ってありますね。可能性あるんで、こちらを登っていきましょう。要するにこの上に石切り場があるんですよ。和田市っていうそういう産地やったらしいです。と思ったら意外とあそこに神社見える中から登ってきて、あっさりと出てきたけど、すごい壮大な、うわ神殿みたい。わあ残念。おお、何これ。これ後にしよう。廃車があった。マジか。この木が倒れてるで立ち入り禁止か。こっちから行かしてもらおう。中は入れないとは聞いておりますけども。なんだろうね、なんでこんなになんか荒れてるんですかね、これ。すごい。ぶっとい木が倒れてる。これのせいでここが立ち入り禁止みたいですね。うわーすごい。なんじゃこりゃ。めっちゃひんやりした空気がこっちへ流れてきてる。とてもその閉塞のもんだと思うんですけど、冷気がめちゃめちゃ涼しい。蛇もいました。和田石採掘場跡となります。加工しやすい和田石の採掘が盛んに行われて300年以上こちら採掘されてたそうです。昭和42年まで、採掘されてたけど、コンクリートとかの普及によって、牛の需要がなくなったから、ここは採掘されなくなったようです。入ってみたいけど入れない。残念すぎる。うわーすごい。圧巻ですね。これ全部こうやって切り出したんでしょうね、これ。すっげえ。300年の長きにわたりずっと切り出した後、結構神殿っぽい。マジで入れるとこまで、立ち入り禁止のここまで入らせてもらおう。うわーめっちゃ涼しい。ただあれですわ、ちょっと怖い。水音がしますね。結構深いですよこれ。うわーすげえ。ここはそこはあれですね、端っこですね。ここから先なんかあるわけではないですね。それでもすごい石を取ったんでしょうねこれ。神棚っぽいもんがある。すっげえ。先人さんこんな一つ一つこれ飲みの跡が全部残ってるんですよねこれ。すっごい。こっちは立ち入り禁止って書いてあるけど、こっち側の穴はね書いてないんで、ちょっと入らせてもらおう。なんもないよね。こっちは安全という意味なのかな。すげえ。なんか地下ダンジョンみたい。なんか階段がちゃんと掘ったって。マジで地下迷宮じゃんこんな。うわーすごい。これをこれだけの穴が開いてるってことは、そんだけこの石を全部切り出して運び出してたんでしょうねこれ。すっげえ。でここで、突き当たりですね。なんかあるわけでもないですね。特になんかあるわけではございませんね。コウモリさんごめんな。いやーすごい。これは知らなんだ。ここ上が開いてる。これフォトジェニックポイントじゃんこれ。なんでここ先に来たかっていうと、この先結構深いらしいんですよね、奥行きがね。高さは15メーターマックスなんですけど、地下のねなんかスペースがあるらしいんですよこうね。
で実はね、今から行くこの飛行場跡に絡んでるっていうのはなぜかというと、この地下でゼロ戦のその後継機となる戦闘機のエンジン製作、烈風っていう飛行機かな、それのエンジンをこの地下で作る予定だったらしいんですわ。っていうことでここにさっき来たんですよ。まあ戦時中ね、やっぱその秘密裏にこうエンジン製作とかそういうとこするために、やっぱ隠れたところでやるためにこういうとこを使おうとしたんでしょうね。飛行機の上からじゃ見られないような場所ですよね。こういうとこでこの地下でこの飛行機、烈風っていう飛行機のエンジンを作ろうとしたんですけども、まあちょっといろいろありまして、ここの詳細とかそういった経緯は後でずんだもん解説いたしますんで、そちらの方をご覧ください。そしてこちらにね、すごい廃車があるんですけど、これちょっとすごいんですよ。このトラックなんですけど、多分まあこの石切り場の作業で使ったトラックなんかもしれないんですけど、これなんとね、情報によるとこれ軍の払い下げの車だそうです。相当古いらしいです。タイヤとかは変わってるんでしょうけどね。もともとはその軍関係、軍用車、三輪か黒金かなんかかい。まあ軍用車といっても、まあ軍が使ってただけで、別にこの軍専用の車両ってわけじゃないのかな。なんか手がかりになるものは、どうでしょうね。手がかりはわからないけど、まあ軍の払い下げとは聞いております。まあ軍といっても日本軍じゃなくて、まあ自衛隊の払い下げとかなんですかね。まあちょっとその辺はよくわかりません。ちなみにこちらのまあ切り出し石をこう通す道なんでしょうね。ここの道はあったんでしょうね。これまあ木倒れて入れませんけど、そういうことでこの地下で、戦闘機のエンジンを作ろうという計画があったんですけどもね。そういった絡みで今から向かうその愛宕飛行場ってとこなんですけど、そちらができた経緯もあるのかなと。その関連は分からないですけど、それやっぱなんか一つあるんじゃないかなと思うんですね。そういうことで今から、近くのその飛行場跡まで行ってみたいと思います。ここからは和大師採掘場と飛行場について語るのだ。和大師採掘場は1600年代から1900年代までの間、300年にわたり和大師を採石していた。総延長約400メーター、天井高は15メーター以上の坑道内で、太平洋戦争末期には戦闘機ゼロ戦の後継機として開発中の烈風のエンジン部分を量産する地下工場としての利用が計画されていたが、終戦を迎えて地下工場として稼働することはなかったのだ。そして今から向かう幻の飛行場は愛宕飛行場、愛宕海軍航空基地なのだ。場所は越前市羽栗町と鯖江市上ノ田町で、現在は水田が広がるのどかな場所にこのような飛行場があったのだが、秘匿航空基地ゆえ愛宕牧場とも呼ばれてたらしいのだ。昭和20年6月、近隣の住民などの協力を得て、たった2ヶ月で土でできた800メートルの滑走路1本が完成するも、8月15日、ゼロ戦の試験着陸が行われた翌日16日停戦を迎え、停戦に伴い航空基地設営は中止され、用地は払い下げられた後、農地として開墾され現在に至るのだ。ただ採掘場の烈風エンジン工場と愛宕飛行場との関連は単に近いだけなのかどうか不明なのだ。では移動してきまして、こちらの方なんですけども、まさにこちら、ここです。本当にこの場所、ここの立ってる場所からこの先へ向かって滑走路がありました。それをちょっと辿ってみましょう。では実際走ってみて検証してみましょう。この右側ですね、を曲がります。で今これまさにここら辺が昔滑走路があった場所を走ってる感じになっております。で目の前に見えるのが、丹南運転免許センターっていうんかなっていうところになるんですけども、その部分を横切っていきます。今走ってきたところ、この部分ですね。で振り返ります。そうしますとこちらに運転免許センターがあるんですけども、このコースの中を突っ切ってあの建物をめがけて、走っていきます。きっ
点の部分からあそこからずっとこの田んぼの中を突っ切っていって、そしてこの運転免許センターコースを入った上で終端がこの辺りで終わってるんですね。という感じで今現在は全くその、滑走路の面影は一切ございませんけども、終戦当時にはこちらに1日しか開港することのない飛行場がここに存在しておりました。今現在いるとこが滑走路のど真ん中でございます。ここに昔々1日しか開港しなくて、そしてゼロ戦が1回着陸しただけで終わってしまったという幻の飛行場、こちらにございました。現在は全くそういった面影は全くございませんけども、昔この子に確かに空港があったということです。登録者10万人早期達成を目指しております。チャンネル登録のお願いしますと、高評価ボタン、そしてコメントの方入れてってください。今回はありがとうございました。バイバイ。